さあ本日はですね、早見流のミニパンケーキです。可愛く仕上げちゃいます。まずはボウルに卵を溶きます。牛乳、溶かしバターを加え、薄力粉、砂糖、ベーキングパウダー、ボウルに移し生地を作っていきます。フライパンで生地を流し焼いていきましょう。キャラメルソースはグラニュー糖と水を入れ混ぜずに加熱し、茶色くなったら生クリームを加えます。フルーツとともに盛り付け、仕上げにキャラメルソースをかければミニパンケーキの完成です。詳しいレシピは概要欄で。さあそれでは今日もよろしくお願いいたします。ボウルにですね、卵でまずはこれを溶いていきましょう。でそこに牛乳をで牛乳入れ、溶かしバター、さあそれと袋を用意してですね、ここに薄力粉、お砂糖ですね、砂糖を入れ、それからベーキングパウダー、さあもうこの中で合わせちゃいましょう。振っていきます。振ったらこれをボウルに移します。混ぜていきましょう。さあこのようにですね、しっかりと混ぜたら、よし、ここでフライパンだ。フライパンを熱していこう。もう片方キャラメルソースを作るんですけれども、時間がかかるんでもう同時にやっていきますから。さあちょっと大きいフライパンの方はミニパンケーキをね作っていくんで、ちょっとバターを、溶かしバターを、それからもう片方は水と砂糖を。さあキャラメルソースの方はもう動かさずに、もうこの状態でもうかなり熱々になりますからね、美味しそうな色になるまでしばらくこの状態で。さあ全体にこのバターをなじませて、そしたらこの生地なんですが、スプーン1杯分ですね、もうこのように小さく作っていく。いい感じに仕上がってんね。さあこのように両面焼いたら、ちょっとねお皿やこういったバットに移そう。またここでバターを溶かし、これをですねいくつか作っていきます。もうこのように優しく落として、底が焼けたらあとはひっくり返していくだけ。さあミニサイズなんでね、非常に食べやすいと思います。さあこれをまだまだ作っていきますよ。さあ濃い色になりましたね。そしたらここでもう火を止めて、生クリームこれを一気にかける。で混ぜていこう。キャラメルのすごいいい香りが、甘い感じがいいね。もうこれでキャラメルソースの完成だ。ではここでフルーツをカットしていきます。さあもうこれはお好みなんですが、今日はブルーベリーと、それからラズベリーにイチゴを切ろう。ちょっとあんまりない輪切りでいくか。よ
よし、ではここでお皿を用意し、今日はねちょっと広めのこの綺麗な白皿で、そしてミニパンケーキだ。こんなに作っちゃった。ミニパンケーキをもうランダムに乗せていく。ある程度盛り付けたら、ここでフルーツを、せっかく輪切りにカットしたこのいちごも同じように盛り付けていこう。ラズベリーもいこうか。それからブルーベリー、まだいきますよ。これはパンケーキなのかっていう感じですよね。こんなの作ってる人いないんじゃないですか。もうこれだけでもいいもんね。だけど忘れちゃいけないのが、さあこのキャラメルソースかけますよ。もうしっかりとした味なんでね、これぐらいでいいです。でちょっと粉糖、これはすごい。もうこれだけで本当にね、もうバッチリなんですけれども、もう少し色を入れたいのが僕ですね。エディブルフラワー、これはもう写真撮りたくなるね。さあ作り方は至ってシンプルで簡単なんですが、盛り付け一つでこんなにもおしゃれに仕上がっちゃいました。完璧じゃないか。さあできました。速水流のオリジナルミニパンケーキの完成です。良い一日を。